人のための数学へようこそ。今日のエピソードでは指数の概念と指数法則のうち3つを学習します。まず、指数とはこのように数字の右上に小さく書かれる数や文字のことです。例えばこれは2の3乗と読み、2が3回掛け合わされていること、つまり 2×2×2 を意味します。下にある数字、ここでは2を定と呼び、反対に右上にある数3を指数またはべき指数と呼びます。2乗と3乗にはそれぞれ平方と立方という特別な呼び方もあります。例えば A の2乗は A の平方とも言うことができます。4乗以降には特別な言い方は存在しません。指数を伴う数を処理する際には指数法則というルールに従う必要があります。今日は3つのルールを学習しましょう。ルール1、A の m 乗×A の n 乗は A の m たす n 乗。例として2の2乗×2の3乗を考えてみましょう。このルールを使うと2の2乗×2の3乗はイコール2の2たす3乗イコール2の5乗になります。なぜこうなるのかは次の説明ではっきりするはずです。2の2乗×2の3乗とは、すなわち 2×2×2×2×2 のことです。2が5回掛け合わされているので、答えは2の5乗なのです。ルール2、A の m 乗のn 乗は A の m×n 乗、2の2乗の3乗を例に考えてみましょう。このルールを適用すると2の2乗の3乗はイコール2の 2×3 乗イコール2の6乗になります。どうしてこうなるのでしょうか。2の 2×3 乗とは2の2乗が3回掛け合わされていること、すなわち2の2乗×2の2乗×2の2乗を意味します。ここでルール1を適用すると2の2たす2たす2乗になり、2たす2たす2は 2×3 なので2の6乗となります。ルール3、A の n 乗分の A の m 乗は A の m-n 乗、2の3乗割る2の2乗を例にします。このルールを当てはめると2の3乗割る2の2乗は2の 3-2 乗イコール2の1乗、すなわち2になります。なぜこうなるのでしょうか。2の3乗割る2の2乗を分数で表すと2の2乗分の2の3乗イコール 2×2 分の 2×2×2 になります。分数の分子と分母の数がそれぞれ掛け算で表されるとき、約分ができます。上に2が3つ、下に2が2つあるので、上と下のそれぞれから2つずつ2を消し、上に2が1つ残り、下には2がなくなります。よって、分子の指数と分母の指数を引き算することと同じと言えるのです。今日のエピソードはここまでです。次回は指数法則の残りのルールを学習します。